どうしようもない孤独に襲われた時、あなたはどうしますか？ 2019 年12月25日、アメリカ・ミシガン州、クリスマスの温かいムードに包まれている中、警察に一本の通報が入りました。息子のケビンと連絡が取れないんです。ケビンを最後に見かけたのはルームシェアしていた友人。出会い系アプリで知り合った人に会ってくる。そう言い残し、ケビンはクリスマスイブの夜に姿を消したんです。家族や友人、警察が懸命に捜索するんですが、ケビンが住んでいたのは小さな田舎町。捜索は山や畑を中心に行われました。しかしケビンがいたのはとある一軒家の地下室。警察はケビンの遺体を見て驚愕するんです。なぜならケビンの下半身があまりにも無残な姿をしていたから。そう、ケビンは殺人鬼に睾丸を唐揚げにして食べられていたんです。クリスマスには家族と過ごすのが一般的なアメリカ。そんな夜にケビンに一体何が起こったのか。この事件の本質にあるのは誰もが抱える可能性のある孤独の闇だったんです。おそす。睾丸といえば白子のアヒージョ大好きです。ケンちゃんです。ヤミコです。今回ご紹介するのはクリスマスイブの夜に起こった恐ろしいね、玉食べちゃった事件ですよ。要するになんで食べちゃったの？美味しそうに思っちゃったんじゃないですかね。白子とかあるから、まあ清掃だからね。そう実はこの事件が明るみになる前にね、ケビンがね発見された地下室から男性がね逃げ出して、警察に保護されるっていうね不審な事件がね立て続けに起きていたんです。明らかに怪しいじゃない。秘密の地下室。遡ること約3年前の2019年10月10日、アメリカ・ミシガン州が今回の舞台。警察署に一人の男性が興奮した様子で電話をかけました。私はついさっきまで拉致されていたんだ、助けてくれ。警察がどういうことなのか尋ねると、男性はこのように話しました。私はバーで意気投合した男と一緒にソーダを飲んでいたことまでは覚えている。しかしいつの間にか眠っていたようで、目を覚ますと私は地下室にいて鎖で手をつながれている状態だった。その地下室にはバーで会った男がいて、突然私を殴ってきた。恐ろしくなった私はなんとか外の車まで逃げ込んできたんだ。助けてほしい。警察は男性を保護したんですが、男性には怪我もなく事件性はないものとして扱われました。そしてこの拉致事件から6週間後の11月25日午後5時頃、またしてもミシガン州警察に若い男性からの死に物狂いで助けを求める一本の電話が鳴り響くんです。警察に息も絶え絶えに助けを求める若い男性は今まさに何者かから逃げている最中でした。不気味な男に追われている。あいつは私を地下室で縛り付けたんだ。助けてくれ。そう、この若い男性が拘束されていたのもあの時と同じ地下室だったんです。警察が駆けつけると、助けを求めてきた男性は裸同然で、所持品は地下室から持ち出した革の布1枚のみ。警察は若い男性を追ってきた男に事情を尋ねました。すると男はこう答えるんです。その男性が身につけている革の布は私のものです。300ドルもする高価なものなので布を返してもらうために後を追ってきました。警察が若い男性からも話を聞くと、怖くなったため地下室から逃げ出してきたと話します。双方の話から警察が導き出した答えは、地下室で起こったことは合意の上で行われており、犯罪行為は認められないというもの。助けを求めた若い男性も捜査報告書を書いてもらう必要もないし、被害届を出すつもりもない。その代わりこのまま無事に自宅に帰らせてほしいと警察に話しました。そのためこの事件は公にはならなかったんです。いや、なんで被害届出さないの？絶対に危険なやつじゃないのよ。出したくてもね出せない理由があったんです。クリスマスに失踪したケビンも含めてね、この男性4人の共通点っていうのがあるんですよ。それは同性愛者であること。というわけで本日のメトラキーワード LGBTQ について。LGBTQ とはレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、クイエやクエスチョニングの頭文字を取った言葉で、性的少数派を表す総称の一つ。性的少数派であるため他人から軽蔑されてしまうのではないかと、本当の自分を隠し続けてしまう場合もあるんです。今回の事件の被害者も、事件が公になれば自分が公の目にさらされてしまうのではないかという恐怖心により、被害届を出さなかった可能性があるんです。マイノリティだからこそやっぱ自分が LGBTQ だって思われたくない人も一定数いるの。そうなんです。そしてね、この事件から1ヶ月後ね、ケビンはあの地下室を訪れてしまうんです。クリスマスの悲劇。2019年12月24日午後5時頃、ケビン・ベーコンはルームシェアしている友人マイヤーズに出会い系アプリで知り合った人のところに行くと話し、車で出かけていきました。そして約1時間後の午後6時21分、ケビンからマイヤーズに一通のメッセージが届きます。しばらくこっちにいるつもり、いつ帰るかわからない。マイヤーズはこのメッセージを見てこう思ったんです。ケビンは出会い系の相手とうまくいったんだ。楽しい時を過ごしてるんだろう。しかし事態は一転します。
12月25日午後5時頃、ミシガン州警察に男性から1本の電話が入りました。警察に電話をかけてきたのはケビンではありません。なぜならケビンはこの時すでに殺されていたから。電話をかけてきたのはケビンの父親でした。息子とは今日の午前9時からクリスマスの朝食を一緒に食べる約束をしていました。それなのに夕方になった今も姿を見せないどころか連絡すら取れないんです。警察が捜査を開始するとすぐにケビンの車を公園の駐車場で発見。車の中にはケビンのスマホと財布が残されたままでした。さらに出かける時に着ていたケビンの服が後部座席にあり、なくなっているのは車の鍵だけ。そのためケビンは近隣にいるのではないかと推測され、警察は近くの山や畑を中心に捜査を開始し、メディアでも情報提供を呼びかけました。しかしどんなに探しても見つかるはずがないんです。ケビンが最後に目撃されてから3日後の12月27日深夜、警察はケビンの住む町から車で30分ほどの場所にあるあの地下室のある一軒家の前に立っていました。警察が家のドアをノックすると一人の男が顔を出します。この家に住む50歳のマーク・ラトゥンスキーです。警察がマークに家の中を捜査させてほしいと話すと、マークは慌てる様子もなく快く警察を家の中へ招き入れたといいます。そして警察があの地下室の扉を開けた瞬間、目に飛び込んできたのは信じられないほど無残で恐ろしい光景でした。警察が目にしたもの、それは裸で逆さづりにされたケビンの遺体。しかも下半身は痛々しく切り取られています。警察が事情を聞くと、マークはすんなりとケビンの殺害を認めたんです。そしてこう語りました。ケビンの睾丸は唐揚げにして食べた。どういうこと？もう怖いわ、もうその世界観。マジでわかんないんだけどさ、なんで唐揚げなわけ？わかんないけどよ、そのままよりは食べやすいのかもしんないし、わかんない。そんなまでして食べたかった。この後ね、唐揚げ調理師マークの意外な一面がね、分かってくるんです。マークは殺人と死体損壊の罪で逮捕。そしてマークの自供により地下室で起こったことが明らかになっていくんです。マークはケビンの背後から背中を刃物で刺し、その後喉を切り裂いて殺害。ケビンを殺害すると、マークはケビンの遺体の足首にロープを巻きつけ、天井のたるきから逆さづりにしたことを認めました。しかしマークの逮捕から約10ヶ月後、裁判に向けて予備審問が行われた時のこと、マークの供述が一転するんです。私はケビンを殺していない。ケビンは自殺したんだ。なぜケビンが自殺したのかを尋ねると、マークはこう話しました。ケビンが私の家を訪ねてきてから2人で刻々と語り合った。その時ケビンはもう生きていたくないと私に話し、自分が死んだら肉体は消し去ってほしいと私に頼んで自殺したんだ。だから私はケビンの遺体を有効活用するために、睾丸は私が食べ、ケビンの血液と骨は植物の肥料にするために天井から吊るし上げたんだ。しかしケビンのスマホに残っていた履歴とケビンがルームメイトに送っていたメッセージの内容から、マークの供述は辻褄が合っていないと判断されるんです。辻褄も何も一回自分が殺したってことを認めてるんでしょ。実はね、マークのこの一連の発言にもね、ある理由があるんです。実はマークは過去に2度の結婚と離婚をしていました。最初の妻との間には4人の子供がいました。そしてこの最初の結婚生活を送っている時に、うつ病、妄想型統合失調症、人格障害と診断され、薬を処方されていた過去があったんです。しかしマークは薬の服用を勝手にやめていました。マークの元妻は後に、薬を飲んでいれば生活に支障はなかったと語っています。そして2回目の結婚相手は男性。元夫はマークのことをこう語ります。マークは明るく楽しい男だった。彼がそのような恐ろしい行動を犯すような人だとは到底思えない。それにそんな病を患っているとは知らなかったし、そんな風にも見えなかった。こうしてこの事件の争点はマークの責任能力の有無へと移っていくんです。マークが病気だからこういうことしたってことなのこれ？いや違いますよ。誤解しないでほしいんですけど、同じ病気であるから同じ犯罪を犯すとか、そういう論点じゃなくて、果たしてね、責任能力っていうのがあるかないかっていう意味の話ですね。その病気を持ってるから、こういう人だって方に当てはめるんじゃなくて、その人の、性格の本質ってとこを見る必要があるってことね。そうなんです、被害者だったケビンもね、同じようにね、苦しんでいたんです。孤独の闇。被害者のケビンはミシガン大学フリント校でヘアスタイリストの勉強をしている学生。実家を離れ親友のマイヤーズとルームシェアをしていました。ケビンが行方不明になるクリスマスイブの日の午後、ケビンが働く美容室にケビンの母親と姉がヘアセットをしてもらうために訪れます。そして会話はクリスマスの夕食の話に。ケビンも今日の夕食来るわよね。今日の夕食はパスするよ。でも朝食は一緒に食べよう。朝9時までには帰るようにするから。日本ではクリスマスといえば恋人と過ごすものというイメージがあるんですが、アメリカではクリスマスイブの夕食からクリスマスの朝
朝にかけては家族と過ごすのが一般的なんです。それなのになぜケビンは夕食を断ったのでしょうか。その理由について親友のマイヤーズがこう話しています。ケビンは夕食の席に会いたくない人が来ることが分かったから欠席することにしたみたい。ケビンは父親との関係を悩んでいたの。実はケビンの父親はケビンがヘアスタイリストの夢を追いかけるのをよく思っておらず、そのことでたびたび衝突していました。父親からすれば有名なヘアスタイリストになるというケビンの夢はあまりにも現実離れしているもの。父親は息子のケビンに堅実な道を歩んでほしいと思ったんです。2人のヘアセットを終えるとケビンはルームシェアしているアパートに戻りました。本当は自分だって家族と楽しく温かい時を過ごしたい。どうして僕の人生はこううまくいかないんだ。ケビンがそう考える理由は父親との関係がうまくいっていないことだけではないんです。もう一つの理由、それは同性愛者であったこと。ケビンはよく田舎に退屈していると話していました。田舎には刺激的な場所が少ないということもあるんですが、それよりも人口5000人の小さな田舎町では性的少数派のケビンのことを恋愛対象としてくれる人を見つけるのが難しかったから。事件が起こる約1年前の2019年11月、家族との確執と耐え難い孤独感からケビンは何度も自傷行為を繰り返し、精神科病棟に入院するほど病んでいました。なんとか病状が落ち着き退院したものの、心にぽっかりと開いた穴が塞がったわけではないんです。そこでケビンはその穴を埋める手段として出会い系アプリにはまっていくんです。まあね、出会い系ってね、怖いイメージもあると思うんですけど、最近ね、マッチングアプリってね、ちょっとフランクに言われるようになったりね、僕の周りでもね、結構そのアプリ経由で出会って付き合ったりとかね、結婚してる人もね、まあいなくはないですね。まあでも結構一般的になってきてるわよね。もうなくてはならないというか、もうそれでもちろん結婚してる人とかもいるわけだし。なのでね、どう使うかっていうところがね、大事なんですよ。それが危ないよ、危なくないよとかじゃなくて。でもケビンはね、間違った使い方しちゃって、どんどん負のスパイラルに陥ってしまうんです。ケビンの願いはただ一つ、ありのままの自分を愛し受け入れてくれる存在が欲しい。しかしそんなケビンの思いは無残にも何度も踏みつけられていくんです。なぜならケビンの会う相手は本気で恋人を探しているわけではなく、性欲を満たすのが目的だったから。そのためケビンは出会い系で心の隙間を埋めたかったのに、出会い系によってますます心の傷をえぐられるという最悪の状態に陥っていきました。しかし出会い系以外に自分の心を満たす方法が見つからないため、出会い系をやめることもできなかったんです。そしてクリスマスイブの夕方、家族との夕食を絶ったケビンはモヤモヤした気を晴らすため出会い系アプリを開きます。ケビンは慣れた手つきでスマホをスクロールしながら片っ端から近くに住んでいる人にメッセージを送っていったんです。そしてとうとう夜を一緒に過ごす約束を取り付けます。その相手こそマーク。午後5時過ぎ、ケビンは親友のマイヤーズに近くに住んでいる男を見つけたと話し、車で出かけていったのが最後の姿となってしまったんです。ケビンはマークのことよく知らないまま会う約束まで行っちゃったってこと？そうなんです。ケビンはね、日常的にね、マッチングアプリをね、使ってたんで、アプリに対するこう、警戒心みたいなのがね、薄れちゃってたんですよ。だから僕らで言うとね、YouTube とかさ、まあ、インスタとかで毎日見てるからさ、日常になっちゃって、別に危ない人が YouTuber、いや、いっぱいいるわ、危ない人。いっぱいいたな。いつの時代になってもね、知らない人に会うっていうのは結構リスクはらんでるっていうのは忘れちゃいけないもんね、これ。そうですよね。そしてね、この事件が明るみになるとね、警察の行動っていうのも問題視されたんです。噛んじゃった。性的少数派の苦悩。マークが起こした一連の事件が明らかになると、警察の対応に批判の声を上げる人も出てきました。立て続けに通報があった時点でなぜもっと厳しく取り締まらなかったのか。それに対しミシガン州警察ではこう反論しました。若い男性がマークに追いかけられていた理由はマークの革の布を持ち出したからだ。地下室ではことは合意の上で行われており、自分たちにできることは何もなかった。そして元ミシガン州警察のデビッド・カイザー中尉はこうも語っているんです。同性愛のコミュニティは非常に閉鎖的である。そのため彼らは警察の介入を望んでいなかった。これに対し最初に地下室から逃げ出した男性の弁護士はこのように答えているんです。本当に警察に関わってほしくないと思っているなら自ら警察に通報するはずがない。警察はお金も家に帰る方法もない男性をガソリンスタンドに置き去りにし、何が起こったのか詳しく尋ねることすらしなかった。もしも通報してきたのが同性愛者でなければ違う対応をしたのではないか。そして被害者が女性ならもっと犯人を深く追及したはずだ。同性愛者に対する差別意識とか偏見っていうのがこの根本にあるってことなのか。そうなんです。なのでね、この被害者によってね、その警察の対応が変わるみたいなね、あってはならないことが起きてるんですよ。まあでも被害届を出さないっていうのは被害者自身の決断だったからね。そうなんです。でも被害者がね、泣く泣くね、被害届を取り下げないといけないみたいな、そういう状況とか環境とかね、そのこと自体が問題なんですよ。その環境を作っちゃってる人たちがいるってことだ。そう。まあ差別とかね、偏見とかがなくなって誰もがね、自分らしくね、生きる。まあ綺麗事とかね、言われちゃうかもしんないですけど、でもね、そういうなんか理想をね、追い
求めない限りやっぱね、そういう世界に近づきはしなくなっちゃうんですよ。うんだからやっぱりね、本当に我々もね、こうね、せっかくこの動画見ているね、あなたもこういう差別とかね、いろんなことがね、まみれてますよ、現実世界に。ただ少しでもいいんでね、意識するだけでも、よりね、こう世界を前進するんじゃないですかね。マークは精神病棟へ長期入院の結果、責任能力に問題はないと判断されました。そしてケビンの遺族はマークに対し無期懲役の判決が下ることを望んでいます。ケビンの父親は記者会見で出会い系アプリの使用に関してこのように語りました。この世に悪は存在します。息子は明らかに準備不足なまま夢中になってしまった。出会い系アプリの存在が悪いわけではないんです。今では出会いがないという悩みを抱える人にとってはなくてはならないツールになりつつあるとも思います。しかし本当に大事なのは相手がどんな人なのかしっかり見極める使う側のリテラシーなのではないでしょうか。